Olá pessoal, eu sou a Fuji, uma japonesa que chegou ao Brasil no ano passado. Neste canal, compartilho toda semana aos sábados pouco do cotidiano real do Brasil visto pelos meus olhos. Ficarei muito feliz se você aproveita o vídeo de hoje. というわけで、今週もブラジルのパラナ州クリチバからお届けしています。前回の動画では初めてポルトガル語でお話ししてみたんですが、正直ちゃんと伝わるか不安でドキドキしていました。でも皆さんから温かいコメントをたくさんいただいて本当に嬉しかったし、安心しました。これからも少しずつですが勉強を頑張っていきます。とはいえやっぱり難しいなって感じることもあって、例えばこの前パン屋さんでパンを7個くださいって言ったつもりだったんですけど、7っていう単語の精緻がうまく伝わらなくってちょっと落ち込みました。次からは6個か8個で注文しようと思ってます。そんな風に日々奮闘しながら暮らしていますが、今日はタイトルにもあるようにブラジルでちょっと困っていることを3つお話ししようと思います。最初にお伝えしておきたいのは、私は今のブラジル生活をすごく楽しんでいるということと、外国人の私をこうして温かく受け入れてくれているこの国には本当に感謝しているということです。でもやっぱり何十年も暮らしてきた日本とは違って戸惑うこともいくつかあります。でもこれは日本でも起こりうることで、ブラジルの方がもし日本に移住したら同じようにいろいろと現地で困難を感じることがあるんじゃないかなと思います。私がブラジルで困っていることを先に3つ挙げると、1つ目はトイレットペーパーが流せないこと、2つ目は消費税が高いこと、3つ目はすれ違う人たちにじーっと見られることです。それぞれ後ほど詳しくお話をしていきます。そんな日々の中で先日ちょっと嬉しい出来事もありました。ある日出かけようとして玄関を開けたら床に1枚のハガキが落ちていて、なんと日本にいる母からの手紙でした。誕生日でもクリスマスでもないのに元気にしてるってさりげなく手紙を送ってくれるお母さんが可愛いです。それにしてもたったの110円で日本からブラジルに来れるなんて、私もハガキになりたいなと思ってしまいます。私がこうしてブラジルに移住してこれたのも、やりたいことを自由にやらせてくれる心の広い両親がいてくれたおかげで改めて感謝したいです。そのハガキには、日本はもう梅雨入りして暑い夏が近づいているよと書かれていて、地球の反対側との季節の違いを感じてちょっと不思議な気持ちになりました。こちらブラジルでは日に日に寒くなってきていて、先日も秋を感じながらメープルの並木道をお散歩してきました。さらにもうすぐフェスタジュニーナと呼ばれる秋のお祭りもあるので、それに着ていく服を探しにショッピングモールにも行ってきました。そのショッピングモールには日本のダイソーも入っていて、めちゃくちゃ面白いものを発見したので、それも後でご紹介します。ということで今回はそのお出かけの様子をお届けしながら、ブラジル生活で感じているちょっと困っていることについて少しずつお話ししていきたいと思います。ブラジルライフ。ここはクリチバ市内の南の方にあるちょっとした映えスポットで、去年はもっと満開の紅葉を見れたのですが、今年はちょっと行くのが遅かったみたいで半分ぐらい散っていましたが、それでも綺麗で秋を満喫できました。さて、先ほど挙げたブラジルで困っていることのまず一つ目のトイレットペーパーが流せないということです。これはブラジルに来るまで全く知らなかったことで、正直びっくりしました。住み始めて1年経った今では外出先でゴミ箱に捨てるのは慣れてきたんですけど、自宅で流せないっていうのはまだちょっと抵抗があるのが本音です。でも調べてみたら、世界的に見てトイレットペーパーを流せない国って結構多いですよね。日本にいた時はそれが当たり前になっていたけど、今思うと水に溶ける紙やそれに対応した排水設備があるってすごくありがたいことなんだなって実感しています。日本ではウォシュレットの必要性をあまり感じたことがなかったんですけど、むしろ紙が流せない国こそウォシュレットが必要なのではと強く感じています。日本でよく海外の方がウォシュレットをお土産に買って帰るって聞きますが、実際自国のトイレにうまく設置できるのかちょっと気になります。ブラジルに来てから唯一ウォシュレットを見たのは日本領事館のトイレでした。
ちなみにホテルなんかに行くとたまにトイレの横に小さなホースが置いてあることがあって、あれってお尻を洗う用なのか、それともトイレ掃除用なのか、今でもちょっと分かってなくて気になっています。そんな感じでまだまだブラジルのトイレ事情には私の知らないことがたくさんあります。もし現地の方でこうすると匂いが気にならないよとか、こんな工夫してるよっていうアイデアがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみにこの辺りは高級住宅街みたいで、高そうなマンションがたくさん並んでいます。最近できた新しいマンションなんかではトイレットペーパーが流せる設備が整っていると聞いたこともあります。以前たまたまこういうマンションに住むお友達の家にお邪魔する機会があったのですが、エレベーターで上がって扉が開くとお部屋に直でつながっていて、かなり衝撃を受けました。日本でもそんなマンション見たことがありません。この辺りを歩いているとたまたまユニークな薬局が目に留まりました。薬局なのに屋根が瓦で大きな鳥居がありました。なんだこれはと気になって近づいてみると、庭園まであって鯉も泳いでいました。日本ですら鯉が泳いでいる薬局なんて見たことがありません。実はこの薬局2世というブラジルでよく見かける薬局の一つで、最近気づいたのですが、2世という言葉は日本語の2世から来ていて、どうやら日系ブラジル人の方が始めた薬局だそうです。中に入ってみると店内にも日本語がたくさん書かれており、なんとも平和感の漂う店内でした。ブラジルライフ。さて、この後はショッピングモールへ向かいます。実はこの建物は昔の鉄道の駅をショッピングモールに改装したユニークな場所です。中には鉄道博物館もあって、昔の切符売り場や機関車がそのまま残っているそうです。ショッピングしながらブラジルの鉄道の歴史も楽しめる面白いショッピングモールです。今回の目的はフェスタジュニーナというブラジルで来週行われるお祭りに着ていくチェック柄のシャツと、いつも使っているシャンプー、そしてダイソーでスリッパも買いたいと思います。さて、話は戻って2つ目のブラジルで困っていることは高すぎる消費税です。実はブラジルには日本のように全国一律で 10% というシンプルな消費税は存在しません。その代わりにいくつもの種類の間接税がかかっていて、しかもそれが結構高いです。例えばスーパーでの買い物だと、私の感覚ではだいたい 8% から 10% ぐらいの税金が含まれていて、日本とそこまで大きくは変わらないように感じます。でも問題は家具や家電、日用品などのちょっと高価なものを買った時です。つい最近パソコン用の椅子を買ったんですが、レシートを見てみたらなんと税金だけで 40% 近くもかかっていて、本当にびっくりしました。そういえばブラジルに移住してきたばかりの頃、ベッドとか化粧台、ノンフライヤーとかを買い揃えた時に、日本だったらもっと安く買えるのになって思ってはいたんですけど、海外だからこんなもんなのかなってあんまり深く考えてなかったんですけど、でも最近になってレシートの内訳をしっかり見てみたら、こういうことかと税金の重さを改めて実感しました。ブラジルの税制度って州によっても違ったり、同じ商品でも扱いによって税率が変わったりと、とっても複雑です。だから税金がいくらかかっているのかがパッと見ではすごく分かりにくいです。日本にいた時はどこで買っても 10% っていう感覚が当たり前だったので、最初はこの違いに戸惑いました。でもその分買い物のたびに本当にこれは必要かなって立ち止まって考える機会が増えたのも事実です。私が子供の頃は日本の消費税はたったの 3% で、それがいつの間にか 5%、8%、そして今では 10% にまで上がって高いなぁなんて思ってたんですけど、ブラジルに来てからさらに高い税率を目の当たりにして、正直日本の消費税ってまだ可愛い方だったのかなとも感じるようになってしまいました。もちろんこれはあくまで外国人として生活している私個人の印象なので、ブラジルにお住まいの方がどう感じているのかすごく気になります。実際にブラジルで生活している中で税金が高いなって思う場面や、逆にこれは納得できるなって思える瞬間があれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。
ちなみにこれは小さな悩みなんですが、最近日本から持ってきた化粧品を使い切りそうで、そろそろブラジルで買わないといけないなと思っています。でも種類が多すぎて全く知識もないので、何を選べばいいのか正直わかりません。実は前から気になってたんですが、日本とブラジルではスキンケアの方法がちょっと違う気がしていて、日本だとオイルクレンジングでメイク落としをして、その後洗顔ソープで洗って、最後に化粧水と乳液クリームっていう順番でお手入れするのが一般的だと思うんですけど、ブラジルの薬局に行ってもオイルクレンジングらしきものが見当たらなくて、日本でいう洗顔フォームがどれなのかもよく分かりません。これはブラジル人の旦那に聞いても解決できない問題なので、私の中では結構大きな悩みになってきています。もしこの動画を見てくださっているブラジル在住の女性の方がいたら、ぜひアドバイスをいただけると嬉しいです。あまり高すぎず安すぎず、肌にも優しいちょうどいいスキンケアブランドアイテムがあればぜひ教えてください。ネットでもいろいろ調べてみたんですが、日本人でブラジルに住んでいる方のブログや情報がなかなか見つからなくって、リアルな生活情報って本当に手に入りづらいなと感じています。だからこそこの YouTube を通して、これからブラジルに移住しようとしている日本人女性たちの助けにもなれたらいいなと思ってます。ブラジルライフ。さて次はダイソーにやってきました。以前のショッピングモールのビデオでも少しご紹介しましたが、海外に住んでる時のダイソーって本当に日本大使館の中に入ったような安心感が感じられます。ただ値段はだいたいが日本の3倍ぐらいはするので、何でもホイホイ買うことはできないですが、いざという時にとても助かる存在です。というわけで最後3つ目のブラジルで困っていることは、外を歩いている時にじーっと見つめられることです。これは地域にもよると思うのですが、私の住んでるところではスーパーや公園などで人とすれ違うと長い時間見つめられることが結構多いです。私も確かにこの辺りでアジアの方を見かけることは少ないので、見慣れていないというのもあるのかなと思いますし、実際自分でもアジアの方を見かけるとおっと思ってちらっと見てしまうことはあります。でも私のことを見てくる人は視線を感じるっていうよりも10秒ぐらいずっと見られてることもあって、まるで初めてアジア人を見たみたいな表情で見つめられると、さすがにちょっと戸惑ってしまうこともあります。特にご年配の方や小さなお子さんに多い気がします。子どもたちは純粋な好奇心だと思うのでわかるんですが、ご年配の方は私が初めて見るアジア人ではないはずなのになって思ってしまいます。微笑んだりしてくれるとこっちもほっこりするんですけど、真顔でじーっと見られるとどう反応していいか迷ってしまいます。もちろん悪気があって見てるわけではないと思うので、だんだん慣れてきましたが、今でもちょっと不思議だなって思うことの一つです。でももしかしたら自分も日本にいる時に無意識のうちに真顔で外国の方たちを見てしまっていたかもしれません。そう思うと、これからは自分もできるだけ笑顔を心がけたいなと思いました。とここで、そんな困っている私にぴったりの商品をダイソーで発見しました。私も初めて見る商品で使い方は詳しくはわからないですが、どうやらボタンを押すと自分の代わりに困りますと代弁してくれるそうです。こんなの誰が買うんだろうと突っ込みたくなりますが、なんと残り2個しかなくて、実は売れ筋商品なのかもしれません。今回ダイソーで見つけたもので一番嬉しかったのが日本のヘアゴムです。なかなかこっちに来てから伸びのいいゴムを見つけられなかったので、これは救世主です。あと不思議なのが、なぜかキャプテン翼推しのダイソー、どこの店舗にもたくさん並んでいます。最近ネットフリックスでも見れるから人気なのでしょうか。他にも日用品から子供が楽しめるおもちゃまで、とにかく何でも揃ってるので、まだ行ったことのない方はぜひ一度足を運んでみてください。ブラジルライフ。というわけで今回はブラジルで感じたちょっと困っていることを3つご紹介しました。
慣れないことに出会うとつい戸惑ってしまうけど、だからこそ気づけることとか改めて感謝できることもあるんだなと感じます。どの国にもそれぞれの良さと不便さがあって、暮らしてみて初めてわかることって本当にたくさんあります。日本にお住まいのブラジルの方たちも、もし日本で困っていることとかがあればコメント欄で教えてほしいです。そして前回の動画にもたくさんのコメントをありがとうございました。おすすめのコーヒーをいろいろ教えてくださり、これから一つずつ試していこうと思います。また最近はご家族やお友達に私の動画を紹介していただいている方もおられるそうで、本当に嬉しいです。これからも楽しみながらブラジル生活を配信していこうと思います。ちなみに最近ブラジルのフランスパンにハマっています。ブラジルのパン屋でパンくださいというとこのパンが出てきます。外がカリカリで中がふわふわで、特に焼きたてはめちゃくちゃ美味しいです。この小ぶりなサイズ感も食べやすくてお気に入りです。それでは今日はこの辺で。皆さん素敵な週末をお過ごしください。Muito obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!